うん、美味しいです。よくできた。こんにちは、タオンです。今日は自宅で作る納豆をご紹介します。多くの方からリクエストをいただいています。納豆は日本で何百年も食べられてきた発酵食品です。大豆と納豆菌、そして時間だけで作るシンプルな食品です。しかしこれがとても強力なんです。今日は2つの方法をご紹介します。一つは食べ終わった納豆パックをそのまま使う方法。もう一つは納豆菌スターターを使う方法です。海外にお住まいの方やより安定した発酵を求める方にはスターターを使った方がおすすめです。では一緒に作っていきましょう。まず乾燥した大豆 250g。こちらはレンズ豆や黒豆など他の豆でも作れますが、大豆が最もバランスよく仕上がります。そして大豆を戻す用の水。方法の一つ目は使い終わった納豆パックを使う方法です。食べ終わった納豆パックをそのまま発酵容器として使います。パックの内側に納豆菌が残っているため、それを種菌として活用できます。条件としては、タレや醤油をパックの中で混ぜていないことです。そしてパックを洗っていないこと。そして2つ目は納豆菌スターターを使う方法です。海外ではスターターは納豆スターターの名前でオンラインで購入できます。この方法は菌の量が安定しており、初めて作る方にもおすすめです。必要な道具をご紹介します。蒸し器または圧力鍋が必要になります。そしてクッキングペーパー、そして輪ゴムです。容器として準備してもらいたいものは、もし納豆パックをそのまま使う場合はそちらで大丈夫です。納豆スターターを使う場合は、清潔な保存容器と穴を開けたラップもしくはキッチンペーパーを準備してください。そしてヨーグルトメーカーなど3、40度を保てる環境。夏場はベランダとか室内の暖かいところで大丈夫です。もしくは発泡スチロールの箱に、海外ではあまり売ってないかもしれないんですが、使い捨てのカイロなど温める何か道具があればベストです。それでは作り方をご紹介します。まずは大豆を洗って浸しておきます。乾燥した大豆はカチカチです。そこに水分を戻したいので、約18時間ほど水につけたまま置いておいてください。大豆は水を吸うと元の大きさの約2倍に膨らみます。十分に膨らんだら浸水は完了です。ここでしっかりと浸水ができないと、長く蒸したとしても十分に柔らかくならないことがありますので、ぜひポイントとして覚えておいてください。そして大豆を蒸します。しっかりと浸水した大豆を普通の蒸し器、沸騰した状態から中火ぐらいで約1時間から2時間ほど様子を見ながら蒸します。圧力まででしたら30分ぐらいで柔らかくなると思います。これは豆の柔らかさを見ながら、皆さんご自身で判断してください。そして長く蒸しますので、途中蒸し器のお湯がなくならないように確認して注意してください。そして蒸し上がりの確認です。親指と小指で大豆を挟んでみて、軽い力で潰すことができれば完成です。まだ硬い場合はまた追加で蒸し続けてください。蒸した方が茹でるよりも大豆の風味と栄養が残りやすいのでおすすめです。そして次のステップです。熱々のまま納豆菌を混ぜてください。ここが最も大切なポイントです。蒸し上がった大豆は熱々のまま素早く容器に移し、納豆菌をすぐに混ぜます。なぜ熱々のままなのか。納豆菌は非常に熱に強い菌です。一方、他の雑菌は熱で死滅します。熱いまま作業することで雑菌を排除しながら納豆菌だけが生き残る発酵に有利な環境が作れるんです。
納豆パックを使用する方法をお伝えします。熱々の大豆をパックに移すだけで完了です。パックの内側に残っている納豆菌が不安な場合は、残しておいた納豆1粒2粒を一緒に加えておいてください。そして納豆スターターを使う場合、こちらはあらかじめ湯冷ましを 10ml にスターターを溶かしておいて、熱々の大豆全体にまんべんなくかけてよく混ぜます。素早く均一に混ぜることがポイントです。そして納豆スターターを使う場合は、容器に移したら表面にキッチンペーパーをかぶせます。ラップを使う場合は小さな穴をいくつか開けてください。納豆菌は酸素が必要な菌なので、空気の通り道が必ず必要です。そして次に30度から40度で24時間ほど置いておいてください。この温度帯が納豆菌の繁殖に最も適した環境です。発酵中はなるべく触らず静かに待ちましょう。その後は冷蔵庫で2日ほど休ませてみてください。こちらが出来上がった納豆なんですが、糸引いていますが、すごい匂いです。出来たての納豆というのはすごくアンモニア臭がありますので、臭くて食べられないです。なので2日ほど冷蔵庫で寝かしておいてください。するとそのアンモニア臭がなくなって、普通の納豆と同じように美味しく食べられます。出来たてはすごい匂いがしますのでお気をつけください。はい、それでは自宅で作った納豆を食べてみたいと思います。私は醤油をいつも入れて食べてます。醤油だけじゃなくてキムチ入れてみたりとか、自分なりの美味しい納豆の食べ方を見つけていただきたいと思います。ではいただきます。美味しいです。よくできた。もう出来たての納豆の匂いって本当に気持ち悪いぐらいアンモニアの匂いがするんですが、大丈夫です。2日後に食べてください。海外だと大豆が高いというふうに聞いたことがあるので、ひよこ豆とか自分の国で安く買えるもので作っていただいても大丈夫です。とっても栄養があって腸に優しいこの納豆、ぜひ試してみてください。